私が焦りすぎてるって話ですよね。だから力んでフォームが崩れちゃってるって。怪我をする前のフォームを思い出せるですね。頑張ります。はい。なんだか体が軽い。ここ最近は好きに走ってるだけだったのに。そうだよね。焦らなくても大丈夫。トレーナーさんは私の力を信じてくれたもの。だから私もトレーナーさんが信じてくれてる分の私のことくらいは信じてあげなくっちゃ。私は大丈夫。間違いない。トレーナーさんは違うって言ってたけど、やっぱりクリス・エスさんが英雄なんだ。この日付、この時間帯、このコース、どの情報をとってもクリス・エスさんしかいないもの。このこと教えたくないな。でも教えなきゃ。種目別競技大会でクリス・エスさんと戦って負けて、そしたら全部話しておしまいにしよう。だからせめてそれまでは。嘘。なんで今日に限って手負けしちゃうの？クリス・エスさんの背中がどんどん先に行っちゃう。このままじゃ見えなくなっちゃう。やっぱり勝てない。勝てっこない。あんなにたくさんトレーニングしてもらったのに。私が主役。もしクリス・エスさんに勝ったらどうなるんだろう。私にも物語ができる。そうしたら競技大会が終わっても英雄が見つかっても私が主役の物語をずっとトレーナーさんに見てもらえるのかな。見てほしい。おっと、ここで電ナのブライが上がってくる。しかし最後の直線、シンボリクリスエスはまだまだ遠い。見ていてトレーナーさん。私の英雄譚のたった一人の読者。主役は私だ。ここまで迫るか。シンボリクリスエス、ゴール前で凄まじい加速。速い。やはり今日の主役はこの子を置いて他にいない。今一着でゴール。シンボリクリスエス、堂々たる勝利です。
負けた。そうだよね。そんなにうまくはいくはずない。だから私言わなきゃ、諦めなきゃ。トレーナーさん、私あなたの英雄の正体がはい。どういうことですか？なんで今急に。ロブロイ、先ほどのレースは取り込み中か？クリスエスさん、ちょうどよかったです。ちょっと聞きたいことが。というわけでこの日16時半くらいに芝コースの外周使われてましたよね。うん、お前と合同練習をした。時間までは定かではないが、ほら、私この目でちゃんと見たんですから。英雄はクリスエスさんで間違いないんです。ロブロイもそこにいた。そうですね。なんでそんなとこまで見てるんですか？というかやっぱりそれじゃやはり取り込み中か。なるほど。あの後怪我をしてうまく走れなくなったから、その英雄が私だったと気づけなかったと。びっくりです。本当に最初から私のこと見ててくれたんですね。私前に言いましたよね。英雄譚は英雄の物語として語られて、その時初めて英雄譚となる。だからトレーナーさん、私頑張りますね。これからの物語をあなたが語り継ぎたくなるくらい、二人できっと完成させましょう。ゼンノロブロイの英雄譚を。